こんにちは、すみやです。今日は C スター S30 についてです。ついにね、国内でも予約販売が始まりましたね。はい、ちょっと見ていきましょうか。値段がですね、62,370 円というふうになっています。円安の影響ですかね、6万円超えてきましたね。私がZWO に直接予約した時には5万5,000いくらだったんですが、通関手数料とかね、税金とか入ってないので、実質6万円ぐらいなのであまり変わらないかもしれませんが、 C スター S50 が8万4,150円ですから、それよりはね 26% ぐらい安いということです。京栄東京で予約する方はマニュアルが3つぐらいついてくるようですね。予約開始受付が11月15日、今日ですが、実際に手に入るのは2月以降のようですね。ですから今11月ですから、12、1、2、3ヶ月待たなきゃいけないということで、2月から3月頃って書いてありますから、本当に2月に間に合うかどうかも分かりませんね。3月だとすると12、1、2、3、4ヶ月待たなきゃいけないということになりますね。急いで欲しい方はすぐに予約した方がいいかもしれませんね。星宮さんでもね、予約が受け付けられているようですよ。こちらはね、いつ納入とか何も書いてないですねいつになるか分かりませんね。はい、S50 はね、在庫ありますと書いてます。これ古い値段かな。82,300 円になってるよ、星宮さんの S50 は。京栄東京だと84,150 円ですから、2,000円ぐらいこちらの方が安いですね。 S30 の予約は62,370 円、全く同じですね。ただし S50 はね、星宮さんの方が2,000円弱安くなってますね。今のところサイトの更新が遅れているのかもしれませんが、一応ね、そうなってますよ。はい、S50 を欲しい方は星宮さんの方で買った方が2,000円弱ぐらい安いと。在庫ありますって書いてますよ。当日発送かって書いてますから、すぐに注文すればね、安い値段のまま買えるかもしれませんね。はい、それから京栄東京さんの ZWO のね、ブラックフライデープロモーション&クリスマスセールっていうのが11月20日から1月3日まであるようですけれども、残念ながらね、 C スター S30 と C スター S50 はセールの中には入っていないようですね。それから AM5N、AM3 赤道儀は本セール対象外ですって書いてありますのでいつ頼んでも同じかもしれませんね。急速に円高が進んだ場合には値下げが入ってね、6万円を切ってくる可能性はあるかもしれませんが、トランプ氏が当選したことによって円安がさらに進んだようですから、トランプさんが4年間大統領をやってる限り、ちょっと円高に触れる可能性は低そうな感じもしますね。一つね、気になったのは二眼カメラになっているんですけども、望遠と広角が使えるんですが、天体観測には望遠レンズ、風景や自然観察時には広角レンズと観察対象に応じて切り替えて使用することができますと書いてあるので、残念ながらね、広角レンズの方は天体観測には使えないようです。天の川はなんか撮れなそうですね。望遠と広角はリアルタイムで切り替え可能って書いてあるんですが、広角レンズが搭載されており、リアルタイムで切り替えることができます。アスタリスクが入っていて、風景モード、太陽系モード時のみって書いてます。風景を見る場合と、それから太陽や月、あるいは惑星などを見るときにはこの広角レンズが使えるということですね。ドワーフ3のような使い方はできないかもしれませんね。ファインダー代わりにもなり、風景撮影の幅がより広がりますって書いてますので、風景とかね、
色対応の導入のために使う広角レンズという位置づけなんでしょうね。野鳥とか山岳風景とかね、そういうのには使えるかもしれません。日中において焦点距離約 1000mm 相当の高倍率カメラとして使用することが可能です。遠くの風景から野鳥まで幅広くご使用いただけます。アスタリスクが書いてあって、35mm 版フルサイズ同一引き伸ばし率換算って書いてます。だからフルサイズカメラの 1000mm 相当の望遠レンズとして使えますよと。超望遠ですね。それからこれですよ。AI による高度なノイズリダクションと対光害性能。AI による高度なノイズリダクション低減機能を搭載。ノイズ除去、光害カット、処理前、処理後、撮影、タイムラプス、動画撮影、ユニークな作品を生み出す3つの画像モードを搭載しています。写真、タイムラプス、動画撮影。望遠は 2.46 度、広角は 23.2 度。望遠広角とも 1920×1080 ピクセル。3枚玉セミアポクロマートって書いてます。F5 ですね。焦点距離150、こんな感じです。ちなみにですね、ドワーフ3が、1台だけで買うとね 89,999 円で予約できますので、こちらよりはね 31% ぐらい安いという計算になりますね。だからドワーフ3よりも3割以上お安く買えるということです。ドワーフ3の方がね、天の川撮れたりとか、光景が少し大きかったりとか、それから 4K 撮影ができたりとか、広角レンズの方でも意外と使えそうな感じなんですけれども、 C スター S30 はね、広角レンズはあくまでもファインダー代わり、あるいは太陽系と風景撮影に特化しているようですから、ドワーフ3よりは汎用性は低いかもしれませんね。3割安いので我慢するという選択肢もあるかもしれません。はい。C スター S50 よりはね、二眼カメラになって使い勝手は格段に向上するとは思いますが、ドワーフ3のような本格的な二眼カメラの使い方はちょっとできないかもしれませんので、その辺は割り切らないと、ドワーフ3と同じようなね性能を求めるとちょっと期待外れに終わるかもしれませんので、皆さん予約するなら早めに、早く予約しても2月あるいは3月ぐらい。 C スター S50 よりは少し広角に撮れるので、モザイク機能、フレーミング機能もねスピードアップで撮影できるんじゃないかというコメントをいただきましたので、 C スター S30 予約するなら早くしないと2月3月手に入りません。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。